どうも、あつしです。今回は帯に手を絡めて返す押さえ込み方について解説をします。それでは早速始めます。帯に腕を絡める、帯通しとかっていうような言われ方をすることもあるんですけども、帯に自分の腕を巻きつけて繰り返すというやり方。後ろから手を入れて、でそこでちょっと手首をひねることによってお腹を締めるような感じ、ここで裾を握るっていうようなやり方もあるんですけど、これは自分のやりやすい方でいいと思います。ここで手に帯を絡めてからでさらに自分の指でちょっと帯を引っ掛ける感じとか、それであまり力が入らないんだったら裾を握るとひっくり返すというやり方、いくつか種類があるのでその返し方っていうのをやっていきます。こんな感じが1つ目と。帯に手を絡めるのは、先ほど説明したので相手の下っていうかね、腰から入れて手首をひねる感じでしっかりとこれ手を固定すると。そこから相手の腕を抱えると。でこの抱えてから自分の足を相手の足の付け根に入れながらちょっとここで相手を引き上げると。でここに隙間を作ってで反対の足を差し込んで回すというやり方。ここで抱えただけで相手を回そうとすると回ると同じような感じで相手の上に乗ることができない。相手を抑え込むためにはしっかりとここで相手を浮き上がらせて最初になるべく相手の下に入り込むということを気をつけてやると回った時に相手の上に乗ることができます。手を絡めた時に腕を抱えたらしっかりと相手を起き上がらすというか持ち上げて相手の下に潜り込ませれるようなスペースを作るというところを気をつけてやってください。じゃあもう一個、似たような感じですけど、こんな感じのやり方。相手を持ち上げるところまでは一緒なんだけども、腕から脇をすくような感じにしてさらに相手に入り込む。でそこから縦四方固めるような感じで押さえ込むという方法。そうすると先ほどよりも相手とここでしっかりと密着することができるので、ひっくり返すやり方っていうのが自分の体の上に相手がいれば自分が回れば相手も一緒について回ってくるので、脇をすくえるぐらいしっかりと入り込むことができればより抑え込みやすくなるかと思います。こういう方法が2つ目。最後もう1個がこんな感じの方法で、相手を上げてこちら側に返そうとすると相手は抵抗してくると、反対側向こう側にグッと力を入れようとするので、ここで相手を返すことができない場合は相手の力を利用して押して相手を飛び越して押さえ込むという方法なので、ここでしっかりと相手と帯を絡ませてグッと引っ張ると。で腕もしっかりと抱えて引っ張ろうとする。でそれに十分相手が抵抗してきたらこの帯のところも使って押すと。でここしっかりとお腹のところにグッと締まっていれば相手も苦しいですし、それに伴ってこの抱えた腕もグッと相手の体をめくるというんですか、相手をこういうふうにひっくり返すように相手を押し込んで、で相手をまたぐと。相手を超えるようにすると抑え込むことができます。この3つの方法。では腕を絡めて押さえ込む方法というのを3つ紹介しました。帯を絡めて押さえ込むと、押さえ込んだ後も帯がお腹にグッと締まってなかなか逃げることが難しいです。帯を絡めてしっかりと相手を固定して、でそこからひっくり返すという方法、こういう押さえ込み方もぜひ練習してやってみてください。今回は帯を腕に絡めて返す押さえ込み方というのを解説しました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。帯用に入る。
裾を握ると落ちてる。大丈夫ですよ。はい、こっち側に返す。こっち側に返す。相手がこうぐるっと反対側に返る。こういう感じで入ってた？入ってない。もう一度しよう。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。